こんにばんは。はるです。今回はアタッカー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手などを追加して更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらが最新版のアタッカー選手のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、新選手の追加はないんですけれども、ウィンターワールドカードの応援を少し下げたという風な形になってますね。ほぼほぼ変わりはないかなという風なところですね。そして続いては C ですね。C はですね、新選手の追加何名かありまして、ファンタジー FC のアスパスだったりとか、目標で獲得できるアドリだったりとか、あとはマルムシュ、カンドレーバー、この4名を追加をしてますね。またですね、久保建英だったりとか、あとはトリプルセットヒーローの5部なんかを前回からだと少し下げたという風な形になってますね。まずは新選手アスパスですね。プラス1すでにされていて89になってますね。パスのプレイサルプラスついてるのはね、結構よくって、その突破とかその ST の決定力だけではなくってパスもね出せるっていうのは一ついいところかなと思いますね。バランス値がちょっと低かったりとか理不尽さっていうのはあんまり感じない、そんな選手になってますね。能力結構ね割といいんですけど、なんか意外とちょっと微妙という風に自分は感じましたね。個人的にこれがまだスキル5だったりとか、能力プラス2、3、されてきたら違うのかなという風には思いますね。そして続いてアドリーですね。目標で獲得できる選手になりまして、無料でゲットできる選手としては全然ありだと思います。この選手も88にプラス1されてなってはいますので、これからのアップグレードがまた楽しみだなという風なところですね。冷静さ以外はね、結構いいんですよね。だから冷静さ低いのがちょっと、もったいないというか残念だったところですね。決定力とかスピードとかがね、めちゃいいし、ドリブルもね、軽さがある選手になりますので、本当冷静さが、前回まで上がって、あとプラス3なんで、ちょっと物足りないなという風なところですね。なのでスタメン起用っていうよりかはスパサブ枠として、取っておくのがいいのかなという風には思いますね。そして続いてはマルムシュですね。マルムシュに関しても冷静さちょっと低いのが残念なところではありますね。ただプラス4されれば84までは上がるという風な選手なんで、できれば、プラス4を目指していってほしいなと思いますね。ただ意外にもこの選手はね、プラス3は意外と硬いんちゃうかっていう風にも言われて、いますので、アップグレに期待ですね。結構ね、試合も出てますし、得点する確率とかアシストする確率って高いんで、でもそれフラグルと一勝してますし、結構ね、プラス3は全然あり得るカードかなというふうには思いますね。でね、この人もね、理不尽さこそないんですけど、割と使えるやんっていう風な選手に、なりますね。ペースは速いし、ドリブルもそんなにめっちゃ重たいっていうわけでもない。とりあえずスピードで持っていくっていう風なタイプなんで、アップグレードされたら結構面白いかなという風には思いますね。個人的にはエアリアルのプラスじゃなくて、なんかもっといい、みんなが使うようなプレイサルプラスだったら、より良かったのかなっていう風には思いますね。そして続いてはカンドレーバーですね。この選手もね、全然悪くはないというか、普通に、コスパ的にはいい選手になりますね。ただ理不尽さがあまりないっていう風なことで、この人もちょっと冷静さ低いなっていう風には感じますし、能力のバランスいいけどちょっと中途半端感があるっていう風な選手になりますね。ただスキル4逆足5ですし、プレイサルプラスも2つ持っているっていう風なことはいいのかなと、いう風には思いますね。個人的に CF とか ST できますけど、中盤起用が一番いいのかなという風に思いつつ、プラス4とかされれば結構化ける選手にはなりますね。ただトリノがちょっとプラス3、カントレーバー厳しそうなんで、プラス3を目指す形にはなるのかなという風には思いますね。そして続いては B ですね。B はですね、新選手こちらもいますね。ファンタジー FC のポリターノだったりとか、ファンタジー FC ヒーローのマクマナマン、そしてブロリン、フェラーと、この4名は新しく追加をしました。
下げた選手は特にいないかなというふうに思いますね。まずは新選手、ポリターノですね。ポリターノに関しては、90になりまして、多分ファンタジー FC 選手の中で一番最初にプラス3をアップグレードされた選手になりますね。で、あと多分2ゴールかなで11得点に行くと思うんで、プラス4あり得るという風な選手になりますね。プラス3されたこの90になったことで、十分強くなりました。普通にスタメン級のこのランクに入ってきたなという風なところですね。フィジカルはちょっと弱いので、そこだけは注意なんですけれども、ドリブルの軽さだったりとか、あとはパス面だったりとかもうまいんで、あれ意外とこう舐めてたらやられるみたいな、そんな選手に、なってますね。トリベラのプラスはね、あんまり理不尽さ今感じないので、ここがまた違っていたらより良かったなという風なところではあるんですけれども、白のねプレイされていいものいろいろついてますし、決定力もねある程度高いんで、普通に全然やれるという風な選手になりますね。そして続いてはマクマナマンですね。ファンタジーヒーローで強化された選手になってます。スキル逆足ともに4という風なことはいいのかなという風に思いつつ、スタミナが高いという風なところもいいですね。で、推進力あるドリブルっていうのを見せることが、できるんですけど、敏捷性バランスもうちょっと欲しいなという風には思うんで、ドリブルするときはやっぱりテクニカルのプラスを生かしたコントロールスプリントを使うのがいいのかなと思います。決定力に関してはね、理不尽さがあんまりなくって外してしまう時もあるという風な感じにはなるので、やっぱサイド起用が一番いいのかなという風には思いますね。サイドから中向いてスルーパスなんかも出せる選手になりますので、ドリブルだけじゃないという風なところですね。そして続いてはブロリンですね。ブロリン全然強い選手になりますし、個人的にはこの B ランクの中では上位に、来るほどの強さは持っているという風な選手になりますね。フィジカル以外は全然ええやんという風な選手ですね。ラピッドのプラスを備えているのは非常にでかいなと思いますし、パスもある程度出せると。で、ドリブルに関しても全然軽さがありながら、スピードもね、速いっていう風な選手になりますし、容赦なしもついているという風なことですね。テクニカルもついてます。なので、ST として44が気にならなければ、十分強い選手に使いこなせる選手になりますね。特に初心者の方だったりとか、初めての方だったりとかは、まだちょっと安めで、強さがあるという風な選手になりますので、この人 ST で迎え入れるっていうのもいいのかなと思いますね。結構おすすめになりますね。そして続いてはフェラーですね。フェラーに関しても、普通にスタメン級の選手かなと、いう風には思いますね。ブロリンほど軽くないんで、同じ44でもみんながみんな使うっていうほどの選手ではないのかな。ただフェラーの場合はフィジカルっていう部分、強さのね、体の強さっていうのがありますし、空中戦も強いっていう風な選手になるんで、いいとこ悪いとこブロリンもあれど、フェラーもあるという風なところですね。ペースが速くって、フィジカルで負けない力を持ってるんで、球際やっぱり強いですね。ただドリブルの軽さがっていう風なことだけで、決定力めちゃくちゃ高いですし、本当決めきる力っていうのはすごくある選手になりますので、そういう選手が好きっていう方はフェラーは合うかなという風には思いますね。で、またサイドバックとせれれば、エアリアのプラスもね、ついてますし、ヘディングは勝てるかなという風なところですね。今シュートが結構理不尽な、シュートも打ってくれますし、クイックステップなんかもついていて、個人的にチップシュートじゃなくって、またここもなんか違うプレイスタイルのプラスだったら良かったなという風には思いますね。そして続いては A ですね。A はですね、こちら新選手の追加がありまして、ファンタジー FC のベルナーですね、SB してきましたベルナー、そしてグリーリッシュ、そしてラカゼット、そしてファンタジー FC ヒーローのフットレを入れました。この4名が新しく追加した選手になってますね。で、またルカクなんかも90にアップグレードをされてますね。まずは新選手、ベルナーですね、SBC で来た選手。個人的には多くの方が作っているのかなという風な印象を受ける選手で、自分も実際作ってすでにプラス1を受けたという風なことですね。逆足号っていうのは非常にでかくですね、決定力も高くってスピードもあると。で、軽さもね、結構ね、ある。意外となんかモテるっていう風な選手に、なりますので、個人的には結構おすすめかなと
思いますね。ただやっぱりね、プレイスタイルプラスはちょっと違う方が良かったなっていうのは思いますね。白熱でテクニカルとかラピッドとかクイックステップどれかプレイスタイルプラスになっていたら多分もっと理不尽さを感じていたかなというふうに思いますね。正直ね、パワーシュートもチップシュートも自分全く使ってはいないんで、ほんとベルナーの能力だけでやってるっていう風な感じなので、その中でここが変わっていればもっと S ランクに近づいていったかなという風には思います。ただね、めっちゃ強い。ほんと作ってよかったなっていう風に思えるレベルの選手ではありますし、全然プラス、ね、もうプラス3される可能性もありますよね。そして続いてはグリーリッシュですね。グリーリッシュプラス1されて結構強くなりましたね。特に今週がやっぱりすごく入る選手で、遠目からの今週もバンバン打っていっていいという、そういう選手になりますね。そういう意味では非常に理不尽さ感じますね。それ入るんかいみたいなのがバンバン決めてくれるっていう風な選手になりますね。ただグリーリッシュね、シティで出れてはいないので、その中で行ってもあとプラス1なのかなっていう風には思いますね。ただ90でもめちゃくちゃ強いという風な選手になるので結構おすすめですね。そして続いてはラカゼットですね。この選手もプラス1を受けて89になったという風なことですね。能力すごく高くなってますし、ジャンル的には本当に使いやすい ST 選手という風なことで、周りを使いながら自分でもいけるっていう風な選手になってますし、保険でフィジカルも持っていてパスもうまいっていう風な選手になるんで、あんまり使用感に関しては不満に思う方は、ね、少ないんじゃないかなという風に思います。ただやっぱりプレイスタイルプラス、この人もね、やっぱ違うのが良かったかなっていう風には思うので、なんかね、ちょっとプレイスタイルプラスでちょっと折り合いつけてるようなね、感じがしますね。ベルナーもそうだし、能力高くなりすぎてるけど、そのプレイスタイルプラスでちょっと弱くしてるというか、そういう感じがしますので、そこがちょっと残念なところではあるんですけれども、ラカゼットもうプラス3頑張っていってほしいなと思いますね。この89でも十分に強いです。そして続いてはフットレイですね。ファンタジー FC ヒーローの、選手になりますね。この人は逆足さん以外はめちゃくちゃいいっていう風な感じですね。やっぱりスキル5とドリブルの軽さとスピードの速さっていうのがあるんで、本当にドリブラーにとってはかなりいい選手になってます。で、またファンタジー FC で強化されたことで決定力も、ちょっとだけついたっていう風な、ちょっと改善されたっていうような感じなんで、そういうところもいいのかなという風に思いますね。まだアップグレードは受けてはいないので、ぜひちょっとプラスにされていってほしいなという風なところですね。ラピッドのプラスとパス面のね、プラスっていうのはいいのかなという風に思いますし、テクニカルとかクイックステップもついてますので、ほんとドリブル特化型のサイドアタッカーという風なことですね。そして続いては S ですね。S はですね、新選手こちらも何名かいまして、ファンタジー FC ヒーローのテベス、そしてファンタジー FC デンベレ、ルイス・ディアス、グリーズマンと、この4名を新しく入れました。また、レオンですかね、92になって更新をしてます。まずは新選手、テベスですね。テベスは92になりました。プラス1。マンチェスターシー2勝したんで、そこでプラス1をされたというふうなことですね。91のままでも現環境最強のアタッカーの一人ですね。テクニカルのプラスを備えてスキル5だし、ペースも速いし、ドリブルも軽いし、パスも出せるし、シュートもめっちゃうまいというふうなことで、保険でフィジカル持ってるというふうなことですね。UCL ヒーローの時でも結構理不尽さを感じて、さすがテベスやなって思うことが非常に多かったんで、そこから単純にアップグレードされて、プレイスタイルプラス2つ付きなんで、当たり前に強いなというふうなところですね。使えばですね、簡単に勝たせてくれる、そんな選手にはなってますね。そして続いてはデンベレですね。この選手もむちゃくちゃ強いですね。まだ一つもアップグレードは受けてはいないですけれども、非常に理不尽さ、感じる選手になってますね。プレイスタイルプラス2つ付きということで、ラピッドのプラスとテクニカルのプラスがついていて、シュートもちゃんと決めれるようになったデンベレっていう風なことですね。正直ペースとか、ドリブルに関してはもう言わずもがなの使用感の良さですし、パスも上手くなったという風なことなんで、だんだん
最強に近づいていっているという風なデンベレになりますね。まあ正直フィジカルに関しては数値低いんですけど、デンベレに関してはあまり関係なくって、なんか触られてもすり抜ける力っていうのがね、ちょっとあるので、まあ5-5ですけど走ってるだけで、なんかこうかわせるやんというか、置いていけるやんという風な選手になるので、まあむちゃくちゃ強いなという風なところですね。そして続いてはルイス・ディアスですね。結構スキル逆足4-4の選手の中では本当に怪物級に強いという風な選手になりましたね。テクニカルのプラスと、クイックステップのプラス、もうどちらもめちゃくちゃいいプレイサルプラスですし、決定力もね高くってドリブルもめっちゃ軽いという風なことで、スピードも単純にあるっていう風な感じなんで、強いな。この人も走ってるだけで相手置いていけるっていう、かわせてるっていう風な選手になりますし、ルイス・ディアスの場合は、プラス4いける可能性がある選手かなという風にも思いますので、めちゃくちゃアップグレにも期待ですね。この90でも正直このエースランクには4-4ですけど入ってくる実力はあるかなという風には思いますね。そして続いてグリーズマンですね。グリーズマンは化けましたね。やっぱりスキル5逆足4っていう、ここが改善されたっていうのが非常に大きいですね。能力に関しては別にこれまでもやっぱり強かったですけど、やっぱスキル4逆足3がって思う方多かったと思うんで、その中で5-4になったっていうのはでかい。かつもちろん強化をされていて、テクニカルのプラスと今週のプラスがついているっていう、この2つ付きっていうのはでかいなっていう風に思いますし、レーサーも92あって、本当使用感この人もめちゃくちゃいい上にスキルもね使えるようになったって感じなんで、本当に理不尽さこの人もめっちゃ感じるし、ありがたいなっていう風に思う方多いんじゃないかなって思います。決定力、シュート決めるっていう部分だけじゃなくって、パス面とかね、チャンスメイクもできる選手になるので、まだこの人もアップグレはプラスはされてはいないんですけれども、頑張ってプラスに、3いけると思うんで、頑張っていってほしいなというふうには思いますね。こちらがアタッカー選手の最新版のティアリストになってます。もちろんね、ここに言い切れなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。